今回の産業まとめ。中国がハワイ近くに基地建設。機密プロジェクトで軍用利用？報道は荒唐無稽な古代報道。中国メディア環球時報は、英国メディアデイリーメールが、中国がハワイの近くに基地を建設していると主張、と報じたとしています。この報道は5月8日にデイリーメールによって報じられましたが、元はというと5月5日にロイターが報じたものが最初です。それによると、ハワイから南西に約 3000km に位置するキリバスの離島にある滑走路と橋を中国が改良する計画を立てているとのこと。キリバスの野党議員がこれは一帯一路構想の一環ではないかと疑っているということです。というのも、キリバス政府が修復の実行可能性調査以外の費用や詳細情報を公開していないためだとしています。ある匿名の太平洋地域の国の政府顧問は、島は固定式の航空母艦になるとしています。デイリーメールはこの空港はオーストラリアやニュージーランドとハワイの中間地点にあり、偵察機の打ち上げに利用可能だとしています。また、これが近代化され、改良され、使用可能な大きさになれば、戦闘機も配備可能だとしています。これに対して中国の専門家は単なる憶測に過ぎず、根拠がないとしています。この事業はキリバス国内輸送のために、中国がキリバス政府の依頼を受けて滑走路の改良を計画しているだけだということです。そしてこうした報道は中国脅威論を煽るための誇張であり、倫理を無視した中国への中傷だと反論しています。編集書簡。今回の概要。キリバスの何が重要なのか。台湾から中国へ切り替えたキリバス。軍用懸念は行き過ぎなのか。反中の立場にあると、様々な怪しい情報に接する機会も多くなります。よって中国陰謀論のようなものもよく出てきます。ウイグルのように事実と思われる事象が多く確認され、浮き彫りになってくるものも多くあります。それとは別に、中国脅威論が先行し、膨らみすぎた想像がおかしなストーリーを作り出す場合も少なくありません。いずれにせよ中国政府は否定しますが、否定するから怪しいと単純に考えると、行き過ぎた反中の人たちにいいように操られてしまいます。この点は私も特に注意しなければならないと意識しています。なので今回も慎重に進めていきます。まずキリバスですが、赤道直下にある複数の島から構成されている国家です。インドネシアの遥か東、ニュージーランドの北の方に位置します。島と島の距離はかなり開いていて、西の端から東の端まで3000キロほど。今回空港が話題となっているその中間に位置するフェニックス諸島です。もともとはイギリス領で1979年に独立。当時は中国と国交がありましたが2003年には台湾を国家として認め中国と断交。しかし2019年に誕生した新政権は一転して台湾と断交。中国との復興に踏み切りました。この決断によって与党が分裂するなど、中国をめぐって政治的にも色々あるようですね。問題はキリバス国内でこの空港改良案件の情報公開が十分でないということに起因しているようです。問題提起をした野党議員はキリバス最後の駐台湾大使で、ロイターに対しては一帯一路に関連がないか情報提供を求めたということです。これを英国メディアが過剰に反応し、反中寄りの情報を集めて記事を構成したというのは間違いないでしょう。それらの情報が信憑性があると考えるかどうかは皆さんの判断に委ねるしかありません。ちなみに台湾政府は外交承認を切り替える際、中国が旅客機やフェリーの販売を約束したことが事実上の賄賂だと非難しています。また、2020年の大統領選挙前に中国が生活プロジェクトと称して420万ドル以上をキリバスに提供したと政府は発表しています。こうしたことが様々な憶測を呼んでしまう原因となっているのでしょう。今回の空港が軍事目的で使用されるかどうかとは別に、中国は太平洋の真ん中にも影響力を持つことができたというのが大きなポイントです。米国とキリバスは独立後に友好条約を締結していますが、そこに中国がくさびを堂々と打ち込んできたということになります。キリバスは軍隊を持たず、捜索や救助、漁業保護活動に関しては米海軍や米沿岸警備隊と協力体制をとっています。米軍はキリバス内のその他の滑走路を利用しています。
その中にも軍用機の中継地点として利用されているものもあります。私は今回のデイリーメールの報道はちょっと過度だなと感じています。記事の中でオーストラリア戦略政策研究所の論文に触れていますが、ここはかなり反中に偏った機関なので、全てを鵜呑みにするのはどうかと思います。もちろん参考情報としては頭に入れておきますけど、彼らに言わせれば、中国が関わる施設はほとんど全部軍用になってしまいますので、先ほども触れましたが、中国は世界各地、例えばヨーロッパやカリブ海、南米、アフリカなどの港湾施設や海洋インフラに多額の投資を行っています。そのうちいずれかが軍事的用途に使われる可能性はあり、懸念が生まれるのも当然です。ただ、今回の空港はあまりにも小さすぎ、現時点では国内の輸送用ということです。これをどう拡張するかは中国だけの決断ではできません。まあ、親中政権なのでお金を積めばすぐになんとかなるかもしれませんけどね。怪しい計画が今あるのか、これから動くのかはさておいて、中国がこの地域にも興味を示して動いていることは覚えておきたいところです。今日は真面目なお話だね。この前のヒョウが逃げ出したニュースはわかりやすかったんだけど。あ、そういえばあれ、日本のワイドショーでもやってたよ。そうなんだ。やっぱり目をつけるんだね。さすがだな。ところでキリバスっていうのは国なの？そうだよ。あの辺りは専門的に学習や調査していないとわかんないよね。私も全然知らなかったし。聞いたことないよね。場所的には暑そうだよね。暑いだろうね。ともかく、そんな辺境の地でも中国が何かしら関与して、親中国家っぽいってことだね。いろいろやってくれるなら親中になっちゃうよね。だって空港を直してくれるんでしょ？もちろんただじゃないけどね。でも低金利でお金を貸してくれたり、技術者を派遣したりしてくれるってことじゃないかな。生活を便利にしてくれるなら頼っちゃうよね。きっと中国と台湾とってどっちでもいいんだろうね。支援してくれるなら。たまに切り替えた方が恩恵を得られることがあるから賢いのかも。ほら、新聞も3ヶ月ごとに切り替えると色々サービスしてもらえるし。いつもいっぱいもらってるよね。さすがせこいね。とにかく生活の知恵だよ。それで、中国も世界各地で影響力を示したいから、こんな小さな島にも積極的に外交してるんだなって思った。人数多いから世界中をくまなく調べることもできるのかな？実際に人をあちこちに動かすお金とエネルギーがあるんだろうね。それと野心と。で、結局は基地じゃないってことだよね。中国は古代報道だと主張してるね。でも古代報道は中国も同じで、ハワイの近くに基地と見出しを出したけど、3000キロは近くないでしょ。3000キロって東京からどこくらい？羽田からフィリピンのマニラまでだって。うわ、遠いね。全然近くじゃないよね。ちなみに北海道の稚内から鹿児島まででも道のりで3000キロらしいよ。あら？そう考えると何か遠くもないような気がするね。日本って長いんだね。私も思った。それで、反中メディアって色々あるんだけど、ほんと鵜呑みは危険だなと思う。中国は怪しいという前提に傾きすぎたところから物事を構成するからね。怪しいことは確かなんだけど。間違った情報かもってことだね。そう。なのでこのサイトの私の考察も参考程度に考えて、皆さんそれぞれが判断してほしいです。逃げ道作ったね。そういう言い方する？アパホテルってすごいよね。北陸から進出してきたホテルなんだけど、このご時世なのに、アパホテル〇〇店オープンってしょっちゅう CM やってるもんね。ずいぶん前だけどうちの近所にもついにできたよ。無料宿泊行きたかったな。一人でも行けるの？って言ってどうするの？だよね。意味ないよね。きっとどこのアパも変わらないだろうし、家の近くだし。アパって都内のあちこちにどんどん建ててるイメージ。オリンピックとかコロナとか関係ないって感じだね。多分都内だけじゃないよ。地方都市とかも増えてるんじゃない？そうなんだ。でもアパって CM がね、なんか古くて昭和バブルって感じだよね。ほら、
あのハンドバッグのような携帯電話でしもしも折ってやってたお笑い芸人みたいな感じ。あの人最近見ないね。これでも前よりマシにならなかったっけ？まだお姉さん踊ってる？地方のホステスさんのような人、踊ってるよ。それで、アパチョクとかいう言葉作って、アパホテルの公式サイトから予約すると一番安くなるようにしてるの。いろんな戦略が成功してるのかな。それって旅行サイトよりも安いってことなのかな？去年出張行った時に使ったけど、3000円くらいだったらしいよ。私もこの前出張でホテル泊まったけど、いつも8000円くらいするところが3500円だった。今だからだろうけど、感覚麻痺しちゃうね。うん。それで、アパホテルといえば元谷文子さんって元社長さんかなの印象が強いよね。あの人よりも帽子がね、存在感あるよね。前にテレビで見た時も帽子が大きかった。福井出身の人みたいよ。福井といえば、最近田んぼを耕している。って、個人情報になっちゃうかな？ああ、困ってる方ね。うん。でもアパホテルは私は好印象なんだ。出張とかで地方のアパホテルに何回か泊まったことあるけど、最上階に大浴場があったり、なんか印象がいいんだ。私も前に屋上露天風呂があるところ泊まった。ビジネスとしてはちょっと高めだけどね。へえ、そうなんだ。そういうのはよくわかんないな。アパじゃなくてアナはね、飛行機を結婚式場として使っているみたいだね。いろいろ新しいアイデアが生まれるね。航空会社は本当に大変だね。この状況を抜け出すまで、本当に一人一人が感染に気をつけて、なんとか抜け出したいね。うん、みんな頑張ってほしいね。